はようございます。おはようございます。で、今日は初めてこの学生のインタビューは日本語でやります。なぜか、ゴンちゃんは韓国から来てて、英語を学んだってこともありますけど、日本語のレベルが非常に高くて、どうやってこれができたんでしょうかなどなどで、テラコムをどうやって使いましたかっていうのが聞きたいですけど、まずは、お名前と専攻といつ卒業しますかっていうぐらい教えてください。はい、名前は、キム・ミンゴンで、韓国から来ました。学部は経済学部、経済学科で、今年4年生で、もうすぐ卒業します。来年からは日本で働く社会人になります。今回よろしくお願いします。ありがとう。で、テラコに来る前の日本語のレベルと、今の日本語のレベル、どのぐらいでしょうかと、喋り方とか、読み方とか、日本に住んでいるから、この普通の生活で何か日本語が難しいとか、そういうのは教えてください。本当に、いろいろあって、でもテラコ来る前の、日本語の実力はかなりレベルが低くて、大学の授業に普通についていけなかったのもあって、期末テストに経済学部なんですけど、経済という漢字書けなくて、単位落とした記憶。私は読んでも多分書けないと思うんだけど。今なりもあって、そこから、偶然、テラコに、9語間にね、本会に来て、その時チューターに会って、ナビアに会って、ちょっと来るようになって、英語勉強も頑張ったけど、やっぱり日本人の方々とお話しすることが、やっぱりできて、最初やっぱり留学生って自分の国の人たちと組んでしまうから、自分はそこが、やっぱり日本語能力高めるためにはそれやめた方がいいなって思って、やっぱテラコに毎日来るように頑張りましたし、日本でやっぱり生活して毎日が勉強の日々でした。それはそうでしょうね。特にやっぱり日本語勉強に一番役に立ったのは、テラコの後ろで一人で新聞でしょ。毎日、ね、新聞でしょ。社説2枚を手で書き写しながらね、4年間ずっとやったんですけど、すごかった。それで、いつの間にか、本当に自分が感じたと、急に成長したなって感じて、やっぱり日々努力するのは大事だなってちょっと感じましたね。で、多分、こういうことができたのも、テラコで来ることができたことだし、ちゃんと優しくチュータとか、他の学生さんもね、一緒にお話付き合ってくれて、それで日本語をね、だんだん成長することができたなってちょっと思ってます。すごい。で、日本語をどうやって勉強していたでしょうか。それは大体この未来の人たちは未来から来てて何か言語を学びたいときにはどうすればいいですかってずっと聞かれるから、何が一番良かったとか、何が一番楽しかったとか、教室で普通に勉強するか、教科書を使うか、映画を見るか。で、それは他の人から聞いたこともないけど、新聞ずっと書くか、何が一番楽しかった、何が一番効果があったとか、何をやってたとか、教えてください。やっぱり楽しかったのは、やっぱり映画好きなので、日本の映画館結構、毎週結構行ってます。で、そこで、やっぱりリスニングの勉強もできると思ってて、楽しくするには、いろんな、まずはね、好きなものをどんどん見た方がいいのかなとは思ってます。あとは、一番効率が高かったっていうか、大変だったけど、やっぱり新聞ね。やっぱり、ここだけの話だけど、ここだけの話は。みんな見るよ。新聞って、自分もそこまでわからなかったずっと書いてみたら、その国のやっぱ経済とか、政治とか文化、いろんな、その国の情報が、込められてですね。だから、めっちゃ薄いのに中身がめっちゃ分厚いのよ。個人的に思うと。で、それを4年間ずっと書いてて、本当に、日本語能力じゃなくて日本という国を理解することがね、できたと自分は感じているので、ぜひ、書いた方がいいけど私は絶対書かないな。未来の、テラコの1年生とか2年生、新聞書いてください。一緒にやりますかって、ちょっとね、言ってみたり。
新聞はすごいと思うけど、書かないよ。私、絶対書かないよ、これは。いやーそうですね。OK。日本語を学ぶときには、一番難しかったところを教えてください。例えば、モチベーションを守るとか、話す相手探すとか、何がやればいいを分かるとか、何が一番難しかった？一番難しいことはやっぱり外国人みんな同じだと思うんですよ。やっぱり漢字がね、本当に大変でした。韓国に。でももう韓国ってもう漢字使えないし、自分も最後に使ったのは本当中学以来漢字って使ったことがなかったので。私日本で初めて見たっていう漢字の。だから逆に外国人は本当に漢字が大変だと思うんですよ。だから新聞書いたこともあるんですけど、まあでも、モチベーションを守れた理由は、やっぱりやりたいことがあって日本に来たから、やっぱりまずね、自分はアニメーション作りたいと思って日本に来て、やっぱり日本に来たら日本語を当たり前ようにしないとって思って、自分のモチベっていうか、あれはなんか、やりたいことをね、やるべきことをやれば、やりたいことに挑戦できると思ったら、やらない理由はないなって思ってて、それで毎日頑張って、偉いよね。偉いよね。日本語どこからその力が出るんでしょうか。まあ、アニメーションの愛情がね、思ったより強くて、ちゃんと。でだから、今後、後輩たちも、はっきりした目標があったらね、やるべきことはちゃんと毎日やってほしいです。ここの先輩たちもね、結構みんなちゃんとした夢とか目標があるので、そういう先輩たちと一緒に話すると、やっぱり自分も盛り上げて、やっぱモチベーション高くなるので、それをね、ちゃんと利用してください。まあ、言い方良くないかもしれないけど。そんな感じです。OK。で、寺子の質問。自分の目的に寺子どんなように役に立ったとか、で、どのぐらい来てたとか、来てて何をやってたとか、どうやってこのスペースを使ったとか、そういうこと。いや、もう、来てるのはもう、毎日来ましたね。ですよね。もう毎日来て、授業なかったら絶対寺子来て、月火水木金全部来ましたね。いや、でも、寺子をどう使ったっていうと、やっぱりなんだろう。まずは新聞書くね。アンバサダーやりながら感じたのは、企画志望だったから、チューター、特に韓国チューターのアンジェリナと、一緒にね、前のイカゲームとかは本当に自分のアイデアからスタートしたので、本当にそういうイベントの企画、あとはそれを楽しんでくれる、同級生とか後輩たちにいて、なんか、こういう自分の夢に関する成長にもつながるなっていうのは、結構感じてて、そこから本当に、ここは言語勉強だけではなく、本当にね、自分の成長につなげる、要素がたくさんあるなっていうことは、コミュニティスペースだから一緒。そこで、だから、本当にいい場所だなって思ってて、で、言語勉強だけじゃないんですよ、寺子は。本当に、いろんなことを学べる場所なので、やっぱりね、今後、後輩たちもたくさん来てほしいなって、ちょっと思ってます。いい。で、テストね。N1 を取ってますよね。はい。それもすごいだと思うけど、N1 の前は N5 とか N4 とか N3 とか行ったんですか？で、寺子の前、寺子の後、スコアが変わりました、などなど。どうでした？いやー、JLPT は今まで受けたことがなかったんですよ、実は。N1 は初めてってこと？はい、初めて N1 やって。まさかいや、そういう人いるのか。でも留学試験は受けて、でもその時は普通に、なんか個人的には N3 とか N2 のレベルでも、さすがに先生は、これだと日本に就職できないよってなんか言ってくれて、その時から、JLPT があるなって知って、ちょっと、申請して、頑張らないと思って、いろいろ頑張ってましたね。なんか、で、多分、N3 のレベルで、頑張って勉強して、今回ね、去年、夏に N1 を、なんか、運が良くて取ったと思ってて。運が良くて、私ちなみに N1 持ってないからね。いや、でももう漢字のところはね、ほぼボロボロで、リーディングとリスニングが、結構点数が良かったから、そこ
こからなんかね、一応合格はできました。まあ就職にもね、必要だし。まあそうだけど、すごいよ。初めて一番難しいレベルを挑戦しよう。はい、そんな感じでした。でもやっぱり3年くらい日本で生活してたから、まあさすがに N2 よりかは N1 に挑戦した方がいいなっては思ってました。って言われたら私12なんだけど。OK。で、寺子にはなんか特別なこととか、他の場所で探してもやっぱりないこととか何かありましたか？寺子の特集。うんいやもう、たくさんありすぎて、どこから説明すればいいかわかんないんだよな。まずはね、先輩たちが優しいのよ。もう優しすぎて。よかったね。もうびっくりするほど優しいので、まずはね。ねクリスマスツリーも作れるし、いろんなこと手伝うし、皿も洗ってくれるしね。すごいよね。なんだろう、まあ、自分も自分の今の4年生も同じなんですけど、はっきりした夢とか目標があって、それよく言われる。で、そこからね、毎日みんなちゃんと挑戦して成長してるのを、まあ、自分も見たので、で、そういう先輩たちと一緒に仕事とか、イベントとか、なんか楽しんだらね、やっぱり自分もね、成長の鍵を見つかることができるなっては思ってますよ。だから本当に、ここに来る人たちが優しいし、かっこいいし、なんか、言葉でも説明できないくらいにね、素敵な人たちばかりなので、後輩たち、ね、ちょっと、正直言うとちょっとやきもちがあるんですよ。これから来る後輩たちね。だから、そんくらいにね、いい先輩たくさんあるので、たくさん来てほしいし、あとはね、やっぱりアンバサダーやったら、まあ、1年の時知ってるけど、かなりシャイだったんですよ。覚えてるよ。もう、人来たら後ろに逃げたりとか、結構今入れないけどね。1年生とか2年生の時は結構やってて、でもアンバサダーやってからは、なんかやっぱり初めて来る後輩たちに自分で行っていろいろ説明しないといけないし、で、そこからね、やっぱり人との付き合い方がなんか上手くなって、特に外国人だから、なんかそういう日本の人、または他の外国人の人たちとどう接する、なんかどう話せばいいのかなっていうのを結構自分の中で勉強したり考えて、まあ、実践で使ってみたり、なんかでつまんないギャグとかもしてみたりとかね、なんかね、それで、まあいろいろあったと思うけど、まあそのおかげでね、いろいろたくさんもっと後輩たちと話することができるようになったなっては思っていて、まあだからね、アンバサダーとかやると、まあ、いろんな責任感も感じて、イベントの参加もできるっていうのがあって、本当にいいチャンスだと思ってて、多分そこが寺子の一番の魅力だと思ってます。本当に言語勉強だけじゃなくて、いろんな場面から自分を成長できるのが、本当にこの場所の、なんだろう、一番いいところじゃないかなって思ってます。いいな。で、その経験は、ゴンちゃんの将来に何か影響したかどうか。本当に将来的にね、絶対にこの経験は大事だなっていつも、もう昨日からずっと感じてます。やっぱさっき言った通りにね、映画作りたいと思ってて、まあ将来的には子供たちの、なんか子供たちのためのテーマパーク作りたいなって思ってますよ。だからまずは自分のキャラクターを作って、そこからテーマパーク作るって形で、まあ自分の留学の理由はこれだったんですけど、まあ、そこで寺子大アンバサダー活動しながら、まあ、いろんなイベントの企画に参加したり、まあアンバサダーの会議とかやって、本当にこういうところは、まあクリスマスイベントとかいろいろ準備一緒にして、企画ってこういうもんだな。実際に就職の時もそれ言ったんですよね。寺子でこういう企画とかこういう活動をしましたって言って、まあやっぱりなんか本当に、まあ映画とかは全然寺子と違うと思うんだけど、まあこういう企画っていうのに一回携わってみるっていうのは本当に大事な経験だと思ってて、まあやりたいことができるからね。この経験からかなり未来のね、いろんなイベント企画にも使えると思ってて、
まあ、あとやっぱり外国人向けのイベントとか多かったから、うんうん。その人の文化とかも理解できたので、まあ、将来的にはね、本当にいい映画とか、まあ、いいテーマパーク作れるなって思ってました。だから、もし映画とか作ったら話するのでね、見てください。いや、ゴンちゃんの映画出たら絶対見るよ。で、私は聞いてないけど、何か自分から言いたいことありました。まあ、後輩たちに言った方がいいのかな。まあ、これからね、大学4年始まるし、まあ2年生も3年生も同じなんだけど、まあ本当にね、多分、目標があると思うんですよ。自分でこれやりたいなとか、あとはちょっと興味あるなって思ってて、でも、なんか挑戦するのになんか怖いとか、まあ今更始めても遅いよって思う人、まあ自分の周りにも結構韓国の友達もね、今更挑戦してもまあ、遅い形で遅いよって結構みんなそういう、遅くないと思うのになんか自分たちは遅いって思う人が多くてね、それ怖がる必要がないなっていうのを、まあ伝えたかった。なんか、賛成。まずやってみて、まあ、でもまあやっぱりね、成功する時もあったらやっぱり絶対失敗もあるので、でそこから学ぶこともね、たくさんあると思いますよ。で、私が望むのは、その失敗が怖いって言って、その挑戦しないのはちょっともったいないなと思ってる。大学4年。4年って長いから、本当に。まあ自分も日本留学、本当にね、ちょっと高校3年生の時にも、高校3年生終わりの時に行こうって思って、まあ1年浪人したりとか、まあ途中で軍隊捕まって、まあ1年半ね、仕事して、まあいろいろあったんですけど、まあそれでもね、挑戦し続けて、今回ね、ちゃんと夢見てた会社に入ることができたから、まあ私もできたので、まあここのテラコンの人ができない理由はないんですよ。絶対できるから、だからね、最後まで頑張って挑戦してほしいなっては思ってます。素晴らしい。はい、以上です。以上です。OK、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。